ティラノサウルスを作って。この一言を 3D 生成 AI に入力して 3D プリントで形にして動画にしたら185万回再生されました。今日はこの185万回再生のティラノサウルスの作り方を初心者の方でもできるように解説します。使うのは 3D 生成 AI のメッシーです。3D 生成 AI、 誰でも簡単にできると言われても、いざ自分でやろうとすると手が止まってしまいませんか？一言入れるのは簡単です。でもそこから先、自分のイメージ通りのものを 3D にまで作り上げるのが難しい。もうちょっと可愛くしたい、もっとリアルにしたい、でもどう伝えればいいかわからない、ここで止まってしまう方かなり多いと思います。実は全部自分で考えなくてもいい方法があります。今回はそれをティラノサウルスをゼロから作りながらお見せします。一言入れるところから最後は手に持てる形になるところまで、それでは始めていきましょう。それではブラウザでメッシーのサイトにアクセスしていきます。メッシーのサイトに来たらワークスペースで今日やるのはテキストから画像へです。選んでください。そうするとここにプロンプトを入れるところが出てきますね。何入れるの？安心してください。今日はここをやっていきます。プロンプトの横にヘルパーっていうのがあるので、ヘルパーをクリックすると画像ヘルパーっていうのが出てきます。ここで何を作りたいですか？ティラノサウルスを作りたいですって入れます。ティラノサウルスの 3D モデルの記述を3つ生成してくれましたね。威厳のあるティラノサウルス、ジュラシックパークを思わせるリアルなティラノサウルス、砂漠の迷彩模様を持つ筋肉質なティラノサウルス、それぞれスタイルや色、素材、質感までかなり細かく表現されてます。この中から自分のイメージに近いものを選んでみてください。全部生成しても構いませんし、どれか一つだけ選んでも大丈夫です。では、威厳のあるティラノサウルスを生成してみます。できました。どれもすごいクオリティ高くて、今にも動き出しそうなティラノサウルスですね。で、デフォルトでは4枚、恐竜のように横に長いモチーフは16対9のアスペクト比にしてから生成した方がいいですね。さて、すごくかっこいいティラノサウルスが出てきました。ただ、ここで一度立ち止まってみてください。あなたが本当に欲しかったのはこのティラノサウルスでしょうか？もしかしたらちょっとイメージが違ったんじゃないでしょうか？可愛い感じのものが欲しいのかもしれないと。そうなると、ただティラノサウルスっていうのを最初の一歩にしちゃうともったいないです。なので、ここがポイントです。最初の一言で結果は、このプロンプトのヘルパーの結果は大きく変わります。では、一言足してみましょう。次は、可愛いティラノサウルスを作ってみませんか？かわいいティラノサウルスって入れていきましょう。全く違いますよね。プロンプトヘルパーの出してくるのが。では、かわいいティラノサウルスで3つとも生成してみますね。全く違う画像が出てきますね。どれも可愛いですが、可愛さの方向が全然違います。チビだったり、カートゥーンだったり、ぬいぐるみっぽいものだったり、このプロンプトで指定するスタイルが変わるだけで、ここまで変わるんですね。最終的に 3D モデルにした時に思ってたのと違うを避けるために、この段階でイメージを固めておくことができるのがいいのが、このメッシーのテキストから画像への機能ですね。さらに可愛いだけじゃなくて、今度はファンタジー風いきましょうか。そうするとまたプロンプトが変わりましたよね。で、見てください。さっきの可愛い系とは全然違う方向ですよね。一言変えるだけでこれだけ振れ幅が変わるんですよ。で、そして気づいた方もいるかもしれませんが、このプロンプト提案の下の方にさらに詳細な提案が出てます。例えば可愛い系だとスタイルをチビやカートゥーン、絵本風に変えてみてはとか、色をパステルカラーとか虹色とか水玉にしてみてはって言った提案です。つまり、可愛いをどんな言葉で表現すればいいのか、メッシーが教えてくれます。
こういった提案を見ながら選ぶだけで自然とプロンプトの書き方がわかるようになります。まずは迷ったら、どんな世界観にしたいかなっていうのを一言だけ足してみてください。あとはヘルパーの提案をヒントにするだけで自分でもプロンプトが書けるようになります。さて、ここまででいろいろな画像が出てきました。自分がどれを 3D にしたいかイメージが固まってきました？次はいよいよこの画像を 3D にしていきます。ここまで見てきて、ちょっと自分も試してみたいなって思った方に一つ嬉しいお知らせです。メッシーが今、期間限定のキャンペーンで1ドルキャンペーンっていうのをやってます。コンビニコーヒー1杯分ぐらいでプロプランが試せる機会なので、もし興味のある方は概要欄にリンクありますので、そちらからアクセスして登録してみてください。それではさっき生成した画像を 3D にしていきましょう。この画像を選んで画像を 3D に送信を押します。そうするとメッシーの中のワークスペースで画像生成モデルの方に来ます。で、その画像が入ったところで生成していきましょう。生成するですね。できました。生成も早いですね。あまり待たされません。さらにこれにテクスチャーをつけることもできます。つけてみると画像の見た目がそのまま 3D になった感じがします。では同じようにファンタジー風の画像も1枚選んで 3D 生成していきます。すごい。かわいい風のも1枚選んで 3D 生成していきましょう。ちなみに、この画像はそのままダウンロードもできるので、SNS に使いたいならそのまま、3D にしたいなら背景を除去してから送る。どちらでも使えるので便利です。作成した画像から 3D ができたので、いよいよこれらをダウンロードして 3D プリントしていきましょう。ダウンロードはいろんな形式でダウンロードできるんですけれども、STL でダウンロードしてしまえば、どんなプリンターにも使えるので、自分が持ってるプリンターが何であれ印刷することができます。すべて 3D プリントしてみました。最初の一言、ティラノサウルスのプロンプトで作ったのがこちらです。この赤い方はメッシーの前のバージョンで作っているのですが、今回のメッシー6ですごい進化してます。このギャラクシーブラックで作った方のティラノサウルス、肌の質感とかシワのディテールがすごい再現されてますよね。そしてこちらはティラノサウルスに可愛いを足したプロンポトで作ってます。これキーチェーンにできそうですね。そしてこちらはファンタジー風を足したプロンプトで作ったティラノサウルス。もうティラノサウルスというかもはやファンタジーの生き物ですが、このトゲトゲがすごく再現されてて、うっかり持つと痛いんですよね。ヘルパーで作ったプロンプトの提案をヒントに自分でカスタマイズできますし、ヘルパーが出してくれる候補を画像にしてみるだけでどんどんアイデアが膨らむと思います。何を入力すればいいかわからないと思っていた方は、まずはこの手順を試してみてください。今日動画の中で使っていた 3D 生成 AI のメッシーのサービスが3周年を迎えたそうです。それを記念して期間限定でプロプランが150円、1ドルで使えるキャンペーンをやってます。この機会にちょっと使ってみようかなって思った方は概要欄にキャンペーン限定のリンクを貼ってありますので、興味のある方はぜひアクセスしてみてください。今日は 3D 生成 AI のモデリングサービスを使ったら自分が欲しいものがすぐ手に入るらしいと思って試してみたけどなんかうまくいかないとか、やってみたいけど何から手をつけたらいいかわからないっていった方に向けてちょっとステップバイステップで説明してみました。いかがだったでしょうか？少しでもお役に立てたら嬉しいです。このチャンネルではこうした生成 AI のサービスの進化とか使い方をこれからもご紹介していく予定にしています。なのでぜひチャンネル登録といいねをしていただいて次の動画も楽しみにしていてください。もちろん 3D プリンターの最新情報や工作も大好きなのでそういった情報も発信していく予定にしています。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。